はい。それでは劇チャンネルスタートいたします。今日はですね、私の作った、BMAX の3兄弟、FMA、VZ、で、MA、こちらの3台を、1台ずつね、紹介していこうかなと思いまして、一応この3台をご用意させていただきました。結構ね、3台とも共通な部分があって、フロントはスラダン。で、リアはできるだけ後ろにローラーを積んだような形にして、後ろに全部スキットローラーをね、ちょっとワイドな形で付けさせていただいてますので、そちらの方もね、1台ずつ説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、今日はまずは MA シャーシーの方からご紹介していこうかなと思います。私のね、BMAX、MA のシャーシーの方はね、前に動画で作ったことがあるんですけれども、あの頃に比べて色々変わった部分がありますので、それも踏まえてご紹介していけたらいいなと思っております。まずは MA シャーシーからいきましょう。ちょっとズームしますね。はい、ボディはデクロスでございます。で、フロントセクションの方からご説明いたします。まずフロントは、カーボンね、のワイドスライドダンパーを使っております。カーボンスライドダンパーのプレートを使って、左右ね、つけております。で、裏の方は、ブレーキプレートですね。カーボンのブレーキプレートを使って、ここの部分もね、ちょっと一工夫してあります。ここの部分を見てもらったらわかるんですけど、これビスがここから出てるんですよ。で、ここから出てるっていうことは裏を見ると、ここの下側ですね。ここの下側に、ビスの頭がわざわざ出してあります。で、こっちの方のプレートの方は付けてあるので、このビス頭の分、斜めに、こうつくんですよね。ビス頭がある分、そんだけ角度がつくようにして、このプレートを付けてありますね。ポイントとしては、その角度、もともとシャーシー角度ついてるんですけど、それ以上に角度が欲しかったんで、これを付けております。で、サイドの方ですね。サイドの方。こちらの方は、MA のね、サイドマスダンパーのやつですね。こちらをちょっと付けております。で、カラーをちょっと入れて、若干、下がるような形にしてますね。一番薄いアルミカラーですね。で、後ろの方です。後ろの方は、こちらの方がカーボンのね、フロントワイドステイフルカウルのやつ。これを、つけることによって、ローラーのね、後ろ側にね、できるだけ伸ばして、ジャンプ姿勢をできるだけ良くしたいなという形で、ローラーを一番後ろにしておりますね。今回作った3兄弟全部そんなような仕様になっております。で、裏側を見ると、こちらの方には、FRP の強化マウントプレート。よくね、引っかかり防止で皆さんつけてると思うんですけども、それと、この先端の部分ね、こちらの方にはカーボンの、マルチ補強プレートをつけて、あとはこちらは、カーボンのね、ブレーキステーですね、をつけております。で、私が今回いろいろマシンをね、やってる形で、ちょっと変わってるのが、この引っかかり防止ステーに、ローラーをつけております。で、これは何で作るかっていうと、このアルミの土台。これ昔のパーツのワイドトレッドシャフトセットなんですけど、今のアルミシャフトストッパー。他のマシンはね、それでやってるんですけども、アルミシャフトストッパーで行ってもいいです。こっちからビスを打って、こっち側普通のね、これ 13mm の、プラのローラーをつけてます。で、これの部分が、要はスキットローラー的な役割と、あとワイドにつけれるので、姿勢ですね。ジャンプした時の姿勢の動き。ただ、下げすぎたらもちろんね、車高1ミリ以下になってしまってはダメだし、あと、スキットローラー、だいたい普通の市販のやつはこう後ろに伸びて幅が狭いんですけど、
私はこの幅を広めにスキットローラーをつけたいということでこちらになっております。欠点という部分においては引っかかり防止ステーなんですけど、その分このローラーがちょっと出てます。これがちょっと引っかかるんじゃないかっていう話もあるんですけど、何回か試走した感じだと、本当軽く乗っけた場合は引っかかるんですけども、走ってる時ってこのローラーで逆に入り込んでくれるんですよね。こう滑ってくれるというか。だから復帰率はね、結構逆に良かったなっていうのがありました。ここのローラーの高さを、この土台でね、微妙に変えたりとか、あとローラー自体の大きさを微妙に変えたりとかして、ジャンプの姿勢ですね。基本的には今、だいたいドラゴンバックとかね、スロープとか、そういうので、ジャンプ姿勢を制御したいと。で、マシンによってね、ジャンプ姿勢結構変わるんですけども、このジャンプ姿勢を変えたいということで、私の方のワイドのね、このスキットのタイプに付けさせていただいてます。で、これね、他のシャーシも全部やってるんですけども、まだまだいろいろやってみたい実験はあるんですけども、かなりね、良い結果が出ているので、ちょっと全車付けさせてもらいました。あと、パッと見の見た目もね、なんかかっこいいかなというのもありましてね。で、MA シャーシーの方は、基本的にローラーはフロント。これね、全部の、マシンね、フロントはね、全部 13mm で、ダブルアルミの 13mm のローラーと、FMA のね、ノーマルのキットのプラローラー、リアのワイドのタイプ、これを使っております。で、後ろの方は、この MA シャーシーに関しては 13mm のオールアルミに 13mm のこれプラですね。中にベアリングを入れてある状態にしておりますね。こちらの方のセットにして、マスダンパーはフロントには入れないで、サイドとリアだけという形にしてますね。で、MA シャーシーの場合は結構ジャンプ姿勢が綺麗だったりとか、着地の部分も結構悪くはないので、マスダンパーはね、できるだけ小さくしたいなっていうのもあるんですけれども、フロントにね、結構マスダンパーを置くと、下りの時に逆に邪魔をする場合が多いので、今回私のマシン全部にね、フロントに、ここのフロントのね、高いマウントの位置の場所には、実はつけておりません。基本的にサイドとリアのマスダンパーで着地の方を、着地の場合ね、単純に上から落とした感じの場合だと、前にマスダンある方が精神性は上がるんですけども、基本的にマシン走ってる状態でこうなるんで、上向きで着地したりとか、あとは逆に下向きで着地したりとかあるんですけども、基本的にはその前のこの直接の上下の部分ではあまり効果的にはちょっと違うかなと思ってね。これ私の解釈なんでね、他の人方は違う解釈でやられてると思うんで、私の解釈ではフロントの方にはね、マスダンをつけてないと。これも高間さんとかね、手羽さんいらした時にも、フロントの方にはね、逆についてなかったんでね、それをリスペクトして行っております。あとはね、基本的には、MA はね、初っ端からもう強化になってますので、シャーシーとかもね。ですので、他の部分でなんか気にしたところは別にないかなというのがあります。MA シャーシー一番ブレーキの効き方とかも、効かせ方とかもすごく一番しやすいので、結構今、どのコースでも一般的には一番乾燥率が高いかなというのがあります。で、このタイヤの方もね、後ろローフリで前スーパーハードやってるんですけど、これもコースによってもっとジャンプで行きたい場合は逆にスーパーハードで、もっとブレーキを効かせたいっていう場合はローフリーという形になったりとかします。基本的にはこのセットの方で、あとはフロントのね、スライドダンパーをグリスをね、硬くしたりとか柔らかくしたりとかするので、スロープの後のジャンプのね、コーナーの後の出口の角度を微妙に変えたりとかいたします。いろいろやってもね、コースアウトするときはもうするんですよ。ですのでね、いろいろ考えたりはするんですけれども、うまくいくときといかないときがあるのがミニ四駆だと思っております。はい。今回はね、激天の BMAX3 兄弟の中の MA シャーシーの方のご紹介でございました。それでは、次のね、2台もありますので、その時までお待ちください。